今回の、テーマは、勤怠不良社員への対応ということになります。質問文ですけれども、弊社の社員で最近遅刻や欠勤が増えてきた社員がいます。このような社員に対応するにあたり注意すべき点を教えてくださいということで、実際こういうご相談をよく受けることがあります。で、特にこれから新年度に向けて、新卒の社員の方もたくさん入ってきますし、新卒に限らず、中途で入社されている方もいらっしゃって、こういう相談も増えてくるのかなと思うんですけれども、佐藤さん、実感としてはどんな感じでしょうか？そうですね。体感としては、ゴールデンウィーク明けから、遅刻欠勤が増えるケースがあります。では、こういう、社員の対応って、上司の方も、人事の方もかなり悩まれると思うんですけれども。そうですね。まず初期対応、そこがかなり重要になってくると思っています。後から指導しても、今更っていうふうに思われてしまうと、ちょっと、うまくいくものもちょっとギクシャクしてしまうというケースもありますので、やはり初期対応がかなり重要になると思います。そうですね。では、その初期対応として、何をしなければいけないでしょうか？ポイントを教えてください。まず基本として、勤怠不良、遅刻、欠勤があったときには、もうその都度話す、注意をするということが大事です。後から、あの時こうだったよね、こうだったよねっていうのではなく、現行犯でその都度対応することが大事です。そしてその対応に対して、理由の確認、記録を残す。この2点は必ず行ってください。その上で回数が増えてきたら、しっかりと本人とのヒアリングに進みます。はい。その本人のヒアリングですけれども、ただ単に、じゃあちょっと話聞きましょうだと、いろいろ問題があると思うんですけれども、このヒアリングの前にどういう事前準備が必要か、ポイントを教えていただけますか？はい。まず、勤怠の把握です。どれぐらいの割合で、不良であるのかというのを見ていきます。で、よく、有給休暇の出勤率っていうのがあるかと思うんですが、あれって1分でも働けばその日出勤しましたっていう扱いになって、で、8割、8割達してなければ、有給休暇付与しないっていうのがあるんですが、この場合は遅刻、早退もすごく重要なポイントになってくるので、勤務率っていうのかな。その人の所定労働時間割るの、ごめんなさい。所定労働時間が、分法に来て、それの勤務時間、実際に働くべき時間の中で、どれぐらい働けたのかというのを見るのがおすすめです。で、こちらも、この勤務率で8割を切っていると、十分な労務提供とは言えないのではないかと思います。そして次に、会社側の問題ですね。そこを確認します。過去半年から1年分の、労働時間を、それを確認します。これについては長時間労働がなかったか、残業時間ですね。そこの確認となります。そして、ハラスメントの有無。見落としがちなんですが、重要なポイントです、こちらは。で、本人から事前に上司への相談があったかとか、可能な範囲で、調べることが重要です。そして次に、業務への影響がどれぐらい出ているか、取引先からのクレームや、あと業務の遅延、グループ内、周りの従業員の方への、影響、カバー度などを調査します。そして、最後に本人の属性や影響です。これは本人の年齢、勤続年数、そして、今までの会社の貢献度、また、いつから勤務、不良になってきたのか、突然、長い期間働いていた人でも、突然、勤怠不良になる場合もありますので、そのあたりを調査します。このように会社側が調べられるデータを持った上でヒアリングに入ることが重要です。ありがとうございます。そうですね。特に長時間労働
過重労働であったり、ハラスメントっていうのは、しっかり上司なり、周囲なりに可能な範囲で、ヒアリングしておくってことが重要ですよね。では、実際にそれらを準備して、今度本人へのヒアリングに入っていくと思うんですけれども、そちらについては、ポイントはどういうものがありますか？まずは改めて理由を丁寧にヒアリングすることです。本人としっかり話をして、理由であったり、不安や問題、そこを引き出していきます。その上で原因ごとに対応を分けていきます。大きくは2つに分かれますが、1つ目は本人に自由がある場合、そして2つ目が業務上の原因、先ほどの長時間労働やハラスメント、そしてさらに重要になるのが、本人が仕事を続けたいのかどうか、そこも確認することが大切です。ですね。どうしてもこういう相談があったときには、指導、それからその後は懲戒だったり、そういうどっちかというとペナルティ側によって行きがちですけれども、やはり本人がちゃんと仕事を続けていきたいという意思があるかっていうのは重要ですよね。では、視傷病の場合はどういう対応に次になっていきますでしょうか？勤怠不良ということは何かしらの正常な業務ができていないということになります。でまず、通院や産業医面談を進めることだと思います。で、会社は医者ではないので、あなた病気なんじゃないのっていうような言い方は、できません。しない方がいいです。ただ、こういうふうに勤怠不良になって、こういうふうに業務に影響が出ているから、それを理由として受診を促すということができると思います。そして受診を促した上で病院に行っていただき、診断書を、提出してもらいます。で診断書の内容によってもいくつか分かれてくるんですが、診断書によく1ヶ月の自宅療養が必要とか、そういう言葉が書いてある場合には、休職を発令します。そして、自宅療養までは不要なんですが、業務量を減らしてくださいとか、勤務時間を減らしてくださいとか、そういうことが記載されている場合には、労働時間を短縮したり、休日を増やしたり、週3日勤務にしたり、週4日勤務にするとか、それに伴い業務の軽減を行うなどをして、一定期間、やはり本人の様子を見ながら、リカバリーを見守っていくということになります。そして、診断書にはそういった言葉が全然書いてないんだけれども、やはり勤怠状況の不良が続く。こういった場合も出てきます。でその場合には、やはり最初に戻るんですが、本人がどうしたいのか、続けたいのか、一旦休みたいのか、そのあたりをじっくりとまた、ヒアリングをして、退職、自己都合の退職になるのか、就業規則の解雇の条文に、労務の不完全な提供の場合っていう一文が入っている会社が多いんですね。その場合は、そちらの条文を適用するとか、そのような対応になってくるかと思います。ありがとうございます。そうですね。この労務提供が不完全な場合っていうのが、ちょっと解雇事由に入ってるのかどうか、その懲戒、含む期日とかではなくって、その解雇の事由のところにそういう一文があるのかどうかっていうのが、ちょっとその後の対応に結構関わってくるので注意が必要かなと思います。では、その業務上ですよね。会社側に何か問題があった場合っていうのは、どういう対応になってきますか？事前調査を行っている場合は、それも踏まえつつ、改めて職場環境を確認して、必要な改善を行っていくことになります。事前調査の時には、周りへのヒアリングまでは行ってないかと思うんですが、そういったことも取り入れて、もう少し掘り下げて、いろいろ調査をすることが大事です。で、場合によっては配置転換であったりとか、ハラスメントがあったっていう場合には、それなりの処置に進んでいくということになります。初期対応だけでもかなりポイントがあるというか、しっかりしなければいけないというのがよくわかりました。実際、この他にも、こういう勤怠不良社員への対応として、ポイントっていうのはありますか？
いくつか重要な点があります。まず、会社の安全配慮義務というのがあります。会社は従業員の方に健康に配慮する義務があります。なので、放置、何か様子がおかしいなっていう時も、放置はかなりなリスクになります。そして2つ目が、診断書の取り扱いです。診断書っていうのは、主治医の方にもらうものになります。で、主治医の方っていうのは、一般的な仕事ができるかどうかという判断です。で、会社に産業医さんがいる場合は、産業医さんはその会社での仕事ができるかどうかを判断するというもので、そのお医者さんによって立場が違うんですね。なので、産業医さんがいる会社については、産業医さんも交えて会社として、判断することが重要になってきます。そして3つ目が、会社と本人双方の意思確認です。本人が続けたいのか、会社としてその人をどうしていきたいのか。昨今、人材不足がかなりあるんですが、本人の能力を踏まえて、会社が寄り添う、そういう視点も大切だと思います。そして4つ目が、傷病手当金との関係です。休んでいる場合に、お医者さんが労務不能という証明をすると、健康保険から給付が出るんですが、そういう制度があります。で、収入が不安で無理して働くケースっていうのがあるんですね。傷病手当金っていうのは、1日のうち少しでも働いてしまうと、その日の傷病手当金が支給されないんです。なので、遅刻早退をちょこちょこ繰り返すよりは、がっつりと休んでもらった方が収入が高くなるケースがあります。なので、そういう方には、その傷病手当金という制度を説明して、無理せずに働かずにしっかり休んでもらうという判断も必要になってきます。ありがとうございます。一口に勤怠不良といっても、原因などはそれぞれですので、しっかりとした、素早い初期対応と、で、丁寧な原因の見極めが非常に重要っていうことですよね。はい。そうですね。早めに適切な対応をすることが本当に重要です。はい。ありがとうございます。それではぜひ、以上のことを参考にしてみてください。はい。本日はありがとうございました。以上となります。